ちょっと待って待って待って、これを右。どれこれ？この細いの。はい。ほら、書いてあるよ。これじゃん。ここや。もうここですね。ここだね。あそこ。ここから入って。ありますね。甘玉うどん。夏が甘玉うどんって。なんか甘めなんじゃ。私は嫌だよ。甘玉は。普通のにしますよ。なんとジョイフィットの下にあります。すごいですね。こんなありですか。私昨日あなたが寝た後に調べてたんだ。えらいえらい。調べてたの。よくぞ見つけましたな。よいしょ。はい、こちらでございます。三州製麺さん行きましょう。定休日ないってすごいね。ねえ、チェーン店っぽいのかね。ではないの。でもないの。上で運動してる人いるんですよ。生なんです。甘玉うどん初めてだね。でもあるっちゃあるのか。どうぞ。こんなんです。いいね。これマジよ。お揚げさんとかも。めちゃくちゃ店内広いでございます。これびっくりの店内。そして本もいっぱい。これね。さあ、そして参りました。こちらかけね。かけです。わあ、いい感じじゃん。でこちらが甘玉。やっちゃった。でも名物と言われるとね、こうチャレンジしておかないとと思うんですよ。甘玉。これに甘いタレをかける。朝から。朝うです。朝にぴったりの。ちょっとお好みでチャラッチャラッ。よしよしよし。お試しですね。いきます。甘いの。甘い。ちょっとみたらしっぽいような。でもちょっとかなり少なかったからね。卵の黄身だけなんだろう。不思議にうまい。美味しいんだ。よかったね。でもみたらしっぽいの。みたらしっぽい。甘さが。伊勢うどんみたいな感じ？そんな感じでもない。全然違う。どうぞ。ね、嫌な甘みじゃないんだよね。いいよね。朝にぴったり。ごちそうさまでした。美味しゅうございました。美味しゅうございました。なんか本当普段使いできるお店って感じで、本当に近所の人がふらっと入ってきてるよね。の割には店がめっちゃ広くて、そのなんかファミリーレストランクラスのお店なんですよ。しかも結構まだ7時半とかなのに家族連れが来てたりしました。そうちょっと不思議なお店でも味はちゃんとしてるっていうかさ、美味しいです。個人店の普通にある美味しさの店って感じの。お出汁も美味しかった。そして私の甘玉うどん名物、
なんか不思議な甘さだった。これまでに讃岐うどんで味わったことがないタレ。なんかほら肉うどんとかの甘さじゃないんだよね。そうちょっと不思議な甘い。団子のみたらしな。そうみたらし団子のちょっと蜜みたいな甘さがあって。でも美味しい。そうしつこさがないから意外とねおっていう感じで食べる。あれ結構生姜があったんじゃないのかね。あったかもしれない。ね、そうだよね。あれ生姜落とした方が良かったかもね。すごいね、良かったと思う。はい。ブーン。2軒目。はい。行きたいと思います。はい。なんだっけ？綿屋。綿屋さんですね。綿屋、丸亀店。はい、時が渡ります。私たちはうどんツアー以外はなるべく糖質を取らないようにしております。うどんツアー以外でうどん食べないよね、最近。食べないね。もう麺類食べるとしたらそばやもんな。はい。家では。まあラーメンは食べてますけどもね、動画上は。はい。これだ。うわ。もうすぐ第2駐車場ありました。第1はどこなんでしょうか。多分そっちだと思います。どうですかね。これ第1じゃないの？もしかしてちゃう？店はどこなのだ。あ、これが店か。あれあそこ待ってる人おるやん。行きましょうか。はい、人気店です。やばいです。ここすごい第3駐車場までありますね。ここが第1駐車場、一番奥に止めさせていただきました。で向こうも第2第3が向こうにございます。で店舗はこちら、朝8時半から営業でございます。綿屋さん。日曜祝日がお休みでラストオーダーがこの時間こうなっております。行きましょう。わ、すげえいっぱい並んで何する？あなたはその牛、何しようかな。俺そろそろかけ行こうかしら。醤油もあるね。あ、冷やしあるよ。冷やし。なんか冷やし好きなんじゃないの？冷やしでもな、かけの冷やかけがあったら冷やかけ。店内の様子、ぶっかけです。おろしぶっかけがなかったので普通のぶっかけで参りました。どうですかこのエッジ、すごいいい感じ。冷やかけです。冷やかけなのにすごい匂うね。見てこの美しさ。これ出汁が透き通っておりますね。かなりすごい、いりこがすごい。うまい。ふわもち。ぶっかけ。なんかすごい麺良くない？こっちでもぶっかけもいりこすごくよ。効いてる？よく似てるけどね、これ。どうですか？個性的な味やな。そうかい？美味しい。ね。うまいね。美味しい。美味しいね。いいね。名前は。よし。もりもりだもん。デフォで美味しいっていうの、なんていうの、このなんていうか基本って美味しい。美味しいね。あとさ、やっぱり人気店は勢いが違うね。違うね。もうお客さんの入り込み方も違うけど、もうあっという間じゃん。もう10分前にはダッと入っていって、もういっぱいっていうね。で他も麺もつゆも、もう日の打ちどころはないですよ。ですね。抜群っすね。でね、一玉多いの。多いんだけど、美味しいから食べちゃうんだよ。ね。まあ今回さ、2人とも冷たい
うどんだったから、ちょっとあったかい方は分かんないんだけど、ここはほらぬめりもなく表面がもうつるっとした歯ごたえがあって、もう麺のその弾力とさ、バランスはもう最高に良かったね。最高です。で麺がね、結構ね、しっかりした麺やで、このお出汁も結構いりこがっつり効いてて、ちょっと濃いめな、それが合うね。そうね。でぶっかけと冷やかけの出汁は全然違いましたな。全く。まあどっちもいりこが効いてることは一緒なんだけど、こう仕上げが違うね。多分ぶっかけはちょっと黒蜜系みたいなのが入ってた。なんかそう黒砂糖っぽい味がするんだよ。なんか。いやでもねこれ俺ねぶっかけでよかった今日は。すごいねなんか俺の好みにジャストフィットなぶっかけでした。私もね冷やかけでよかったです。もうジャストフィットでした。ね。ブーン。続いて本日3軒目ラストで今回の讃岐うどんツアー5軒目ファイナルでございます。ファイナルです。行くのは赤道さん。これで3回目の訪問やね。そうだね。1回目が純ちゃんと行ったすごい雨の時だっけ。そうだよね。あれが初めてで、でその後移転前に吉谷さんにもう移転するからぜひって言われて2回目行って、で今回移転後初めてということです。どんなお店になったのか初めての訪問でございます。あと 700m でございますよ。で善通寺に入りました。ここで善通寺でございます。で 700m 左かしですね。これだ。駐車場向こう側もそれっぽいですね。大丈夫じゃないですか。まだよかった。一番から確認仮面させてもらおう。よかった。ラッキー。よいしょと。ニュー赤道さんドーンこちらでございます。綺麗な店舗になりましたね。駐車場がすごく広くなりました。こんな感じの向こう側にも駐車場がございます。なんですの。あらいいじゃん。あとそば行けば。僕はこれ何ソーライうどんすごいんですけどこのファンそうです。こんな感じの店内になりますよ。いい感じやね。なんかこうあえてクラシック風のここもこんな感じ。あなたがそば。じゃあそば行きます。じゃあ僕はこれね。ソーライ。絶対それ美味しいよな。行かねばやっぱり。最後だから。決めました。最後だから。おにぎりとかもそうなんだよね。焼きおむすびめっちゃうまそう。うわ来た。めっちゃ綺麗。これまでの讃岐のそばをちょっと予想外だね。何でもできるもんだね。しかも。透き通ったそば。これはいいです。良いですか。これはハマるね。あ、そう。ハマるね。おつゆはいかがですか。綺麗ですね。綺麗ですよ。ちょっとリフトしてください。超でかっ。はい、ありがとうございます。もうすごいよ。なんかこれなんすかこれ。見てこの油の浮き具合。これだしめっちゃ綺麗。うわ。うまっ。すごいイカとかが
結構ほらありがとうございます。うわめちゃめちゃ美味しい。壮来ナスとイカとものすごい鶏ともすごいいい香り。いいよね。ふわふわの麺でいいよ。だしは染み込みがめちゃくちゃ美味しい。シンプル。そばも全然違う。違うね。相変わらず美味しいですね。今日ちょっとあなたの壮来うどん、めちゃめちゃすごくなかった？すごかった。讃岐うどんのこの領域を超えちゃってるね。そうだね。その美味しさもそうなんだけど、この作り方も何もかもが。でね、あのさ、だしっていうか汁がすごいのよ。もう鶏とイカのだしをスルメのね、スルメイカのね。で赤道さんの麺はさ、その冷たいやつだとさこうぬめるような感じだけど、こっちはふわふわになんねんな。そうなの、ミルフィーユ麺でね。ミルフィーユ麺でだからすごい吸って、もうそれでトロトロになるの。そう、もうね、なんて言ったらいいんだろう。混然一体となった美味しさ。その鶏とかいりこやら、あとそのイカやら。だしとね、であと具材とね、ネギとね、それで柔らかいんだけどコシがないわけではないね。めちゃめちゃあるの。いやこれはね衝撃受けましたよ。そうね。はい。ただね注意しなきゃいけないのはぬめりがあるんですよ、スープに。でうどんが滑る。割り箸の角を持っても滑るので、つるって汁飛ばす可能性が高いのでご注意ください。そうね。であなたのそば。そばもねいいです。私ね本当に最近さすごく増えとるやない。冬になるとそば始めるとこが。食べてみたかったの。なんかね思ってたそばと全然違っててすごい力強いの。ゴリゴリなの。ね。あれはすごいよ。香川県のよくあるそばとは全然違うね。違ったね。なんかなんだろう。こう田舎そば的な感じな。いずれにしてもすごいですね。すごいです。で移転したお店なんですけども、移転した後なのになんかこのなんていうのレトロな雰囲気をうまく演出してるっていうか、中がねその前の雰囲気をちょっと継いでるというか、いい感じ。でも広くなってるし、駐車場も広くなってる。駐車場広くなってよかったよねこれは。ということでいい締めでございましたね。最高でしたね。最高でした。っていうかね私ね本当はねもう一杯追加で頼みたかったの。冷たいうどんを。でちょっとって吸ってでもちょっと食べた。きついね。はい。ということで讃岐うどんツアーはこれでおしまいです。今からですね淡路島の方に向かっていきますが、寄り道もいろいろしながら行きたいと思うんで、もう一本あるかな。あるかな。はい。ということで行きましょう。